こんにちは、たかしです。本日は3月23日土曜日、週末ですので、来週25日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをしていきます。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週更新しています。トレードでの考え方を基礎から学びたい方はぜひご利用ください。初心者の方でも始めやすい価格にてご提供しております。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。木曜日、金曜日と強めに下落をしてきました。今週は結構強く上昇したんですけれども、今までのこの上昇の流れから見ると、今週の動きは結構急騰の動きでしたよね。ですので、こういう急騰が起こると次は下落しやすくなりますので、ここを天井としての下落に現在はなってきております。GMMA の青帯は上向きですので、依然上昇トレンドではあるんですが、ストキャスティクス高値圏からデッドクロスの下落になってきておりますので、このストキャスティクスの過熱感を解消するぐらいまでは下落方向に動くかもしれません。そう考えると GMMA の青帯付近190円ぐらいまでは下がってくる可能性がありますので、その辺は見ておきたいですね。ただし基本的には上昇トレンド中ですので、そこはお忘れのないようにお願いします。では4時間足です。4時間足、今週は上昇から始まって、そして週後半は大きく下落をしてきております。ただこの直近の上昇に当てたフィボナッチリトレースメントの現在は 50% 付近で一旦下げ止まっている感じですね。月曜日ここからどうなるか。今は GMMA の青帯の一番外側のラインでかろうじて下げ止まってますので、ここから反発上昇できるのであれば再び 193.5 を目指すような動きになるでしょうけれども、だいぶ深く刺さっておりますので、少しここからの上昇には時間がかかると考えられます。このまま GMMA の青帯を下抜けた場合は、この上昇の視点ですね、188円ぐらいまで下落する可能性を考えたいんですが、まずは現在地付近で下げ止まりを一旦見ておきたいですね。ストキャスティクスも安値圏にありますので、現在地付近で揉み合うようですと、そこからの反発上昇が考えられます。ただ、買い足1時間足した下落トレンドを作っておりますので、今は1時間足の下落トレンドが継続するのか、それとも4時間足の GMMA で反発してくるのかっていうところに注目です。現在はフィボナッチリトレースメントの 50% のところで下げ止まっているようにも見えますが、もう一段下落してくるかもしれませんので、その場合は 190.1 というこの赤い点線 61.8% のラインまで下がってくる可能性も考えておきたいです。では1時間足です。1時間足にはトレンドラインを引いておりました。この内側の白いトレンドラインを昨日金曜日は下抜けてきました。次目安にするのがこの緑のトレンドラインですね。このあたりまで下落してくる可能性を考えておきたいです。そこまで下落すると先ほど言っていたこの赤い点線 61.8% 付近まで下落することになるので、もう一段安は考えておきたいですね。ストキャスティクスは今高値圏に向かっております。ですので週明けじりじりと上昇してくれば、この1時間足の GMMA にぶつかって再下落してくるのかなという、そういうイメージができますね。金曜日の動きを見ていてもこの GMMA に接触して下落してきているの分かりますよね。ですので月曜日もし上昇していけば再び GMMA 付近っていうのが抵抗ラインになって、そこから下落していく流れができてくると思います。逆に GMMA の青帯を上抜けてくると、そこからは上昇しやすくなってきますので、下落目線で見ている方はまずはこの GMMA の青帯を超えるかどうかっていうところを見ておきたいです。逆に上昇目線の方は、例えば金曜日の安値でダブルボトムをつけるとか、一度上昇後の再下落で金曜日の安値を明確に下抜けられないのであれば、そこでダブルボトムみたいな形を作ってきますので、その辺を見ておくとトレードが分かりやすいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。冷やしからです。ドル円は比較的強いんですね。ですので昨日金曜日は一応陰線ではあるんですが、だいぶ実体が小さい陰線ですね。上髭も下髭もできている、そういう状態です。現在はこの水色のライン、直近の高値を上抜けて、そして、過去の何度も意識されている152円付近というのが上値になっておりますので、150.9 付近から152円の間ぐらいのところでのレンジ、狭いレンジになってますね。こ
こをどちらに抜けるかです。ここを下抜けてくると GMMA の青帯付近までは下落してきそう。ポンド円がそんな感じでしたね。ストキャスティクスは高値圏にありますが、まだデッドクロスはしてきておりませんが、これ下落方向に動き出すと GMMA の青帯ぐらいまで下落していくかもしれません。では4時間足です。4時間足ではダブルトップを作っているんですね。ここからダブルトップを作っての下落になるのか、ポンド円はダブルトップを小さく作って下落してきておりますので、ドル円も同じような動きになるのかどうかに注目です。GMMA の青帯は上向きですので、基本は上昇トレンド中です。ただストキャスティクス現在下落中ですね。高値圏からその過熱感解消に下落中ですので、もうしばらくストキャスティクスが反転上昇するぐらいまでは上値が重くなってきそう。理想的なのは GMMA の青帯に接触してからの上昇なんですが、先ほど言ったように日足ではこの水色と白のラインの間でのレンジと考えておきたいので、下がってくれば買われやすい。かといって上がってしまえば売られやすくなりますので、値幅は1円幅ぐらいありますので、しっかり引きつけてトレードしていくことが大切ですね。まずは GMMA の青帯付近までですので、水色のラインぐらいまでしっかり引きつけてからの次の上昇の流れをイメージ、そして直近高値抜けられないでいるこの 151.9 付近を背に戻り売りをしていくという、そんな感じでしょうか。では1時間足です。昨日は小さく下落トレンドを作ってきているんですね。この下落トレンドが継続するのであれば、先ほど4時間足で言っていたここでのダブルトップからの下落になっていくと思いますが、現在はもう少し下がれば4時間足の GMMA もありますので、もう一段下げてくれば買われやすい、そういうところには来ます。今1時間足の GMMA を見ていると、 GMMA に接触してからの上昇、接触してからの上昇がありますが、だんだんと上昇が弱くなってきてますよね。ですので高値も切り下げ、安値も小さくですけれども更新してきておりますので、ここの小さな下落トレンドがどうなるかっていうところに注目です。この小さな下落トレンドを崩してくると再び上昇に入っていけるとも思うんですが、やはり152円という過去からの強い抵抗体があるので、上がってくれば152円付近からの下落がイメージできるので、ちょっとここからの上抜けっていうのは難しいかもしれませんね。とは言っても4時間足の GMMA がすぐ下に走ってまして、それに合わせて今安値も切り上げてきておりますので、基本的には下がったところは買われるし、上がったところは売られるということで、先ほど言ったように白と水色のラインに引きつけてトレードしていくのがいいと思いますし、そこを下抜ければそこからの流れに乗っていけばいいと思います。ただドル円に関しては水色のラインを下抜ければすぐに4時間足の GMMA がありますし、そこを下抜ければ次は日足の GMMA 付近までの下落が考えられますが、基本は日足も4時間も上昇トレンド中ですので、1時間足が下落したからといって安易にショートエントリーをすると、その4時間とか日足の上昇トレンドに巻き込まれますので、そこはご注意ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。